1804年12月、パリのノートルダム大聖堂でナポレオン・ボナパルトは自ら皇帝の冠をかぶり、フランス皇帝に即位した。フランス本国から離れた島で貧乏貴族として生まれただけの男がわずか10年で軍事独裁体制を築く。ここまで劇的な成り上がりはかつてないことだった。革命と戦争がこの男に帝への道を開いたのだ。治世の大半を戦いに費やした彼はヨーロッパをかつてないほどにかき回し、何百万もの死者を出すことになる。ナポレオンが皇帝になって8ヶ月、フランスとその同盟国スペインはイギリスと戦っていた。ナポレオンは18万人の大軍を英仏海峡沿いに集めていく。しかし強力なイギリス海軍が制海権を握る以上、イギリスへの上陸は望めず、逆にイギリスも陸の戦いではフランスに勝てない。そこでイギリス首相ウィリアム・ピットは外交力と資金力を生かし、ヨーロッパ諸国に反フランス同盟の結成を呼びかけた。イギリスにとってナポレオン率いるフランスは宿敵だ。マスコミは憎きフランス皇帝を容赦なく嘲笑していた。歴史的に英仏は古くからライバル関係にある。しかし今やずば抜けた強国となったフランスにピットは危機感を募らせる。このフランス皇帝を打ち負かし、ヨーロッパのパワーバランスを元に戻さなければイギリスの平和は望めない。ピットは自らと同じようにナポレオンを危険視する仲間を集め始める。フランス周辺国の多くが同じ思いを持っていた。特に大きな不満を抱いていたのがオーストリアだ。フランスの影響力はドイツ地方とイタリア地方に及び、オーストリアの影響力が小さくなっているからだ。1804年5月、我慢の限界が訪れる。ミラノで行われた戴冠式をもってナポレオンがイタリア国王となったのだ。オーストリア、ロシア、スウェーデン、ナポリがイギリスと手を組み、第三次対仏大同盟が発足。フランスに対する大規模攻撃の計画を立て始めた。メインの作戦としてオーストリアとロシアの連合軍がライン川を越えフランスに攻め込むことにした。しかしナポレオンはこの情報を聞きつけると素早い判断で対応する。連合軍が準備を整える前に先制攻撃をすることにし、グランダルメと名付けた大陸軍を率いてライン川に進む。目標はオーストリアのマック将軍だ。彼はいち早くフランスの同盟国バイエルンに進軍していたが、先行しすぎて連合軍の支援が受けづらい状態になっていた。ナポレオンは花があり勇猛果敢な騎兵指揮官ミュラ元帥にシュバルツバルトの森を抜けた陽動作戦を命じた。敵がミュラの部隊に気を取られている隙に、他の部隊がマックの部隊を北から包囲する作戦だ。この夏、グランダルメはこの上なく強力な軍になっていた。どの部隊もよく訓練され、高い士気を維持しており、抜け目がない。加えて新しい軍団システムが編み出され、組織を再編成した。後に世界標準となる軍の組織構造だ。まずいくつかの軍団を作り、元帥がそのリーダーとなる。軍団は1万5000から3万人の兵士で組織され、歩兵、騎兵、砲兵、さらにサポートを行う偵察兵や工兵、輸送兵も軍団ごとに用意した。つまり一つ一つの軍団が限定的ながらも独立して行軍及び戦闘を行えるようにしたのだ。これは当時斬新なシステムで、広く分散しながらそれぞれの作戦を遂行できるようになった。軍団がばらけることにより敵に目的を悟られにくくなり、複数の移動経路を使うことで行軍速度が上がるというメリットもある。補給はなるべく各地の村で現地調達することにし、機動力を高めた。
ひとたび敵の主力部隊を見つければ各軍は素早く集まり戦闘に臨める。このように迅速な行動が取れるようになったナポレオン軍はしばしば敵を奇襲し混乱させることに成功した。マック将軍がフランスの作戦に気づいた時には手遅れだった。ナポレオン軍はドナウ川を越えて素早く後ろを取りマック軍を包囲した。マックは何とか反撃を試み死闘を繰り広げたがフランスの作戦を打ち破ることはできなかった。マックに残された望みはロシアのクトゥーゾフ率いる援軍の到着だ。しかし彼らは 260km も離れたところにおり間に合わなかった。こうして6週間の戦いを経た後、10月19日マックはウルムでナポレオンに降伏。フランスは6万人の捕虜を得た。ナポレオンは第3次対仏大同盟との最初の戦いで大打撃を与えたのだ。ロシアのミハイル・クトゥーゾフ将軍は経験豊かでマックより用心深い指揮官だ。ロシア軍は疲弊しながらも 1500km もの行軍をこなし戦場に迫っていた。しかしウルムでオーストリアが降伏したことを知ると単独でフランス軍を相手にするのは戦力不十分と考え直ちに退却。ナポレオンは追撃する。ロシア軍はいくつかの退却戦を繰り広げたがオーストリアの首都ウィーンを守ることはできず11月12日フランス軍に占領された。クトゥーゾフは現在のチェコにあたるオロモウツに至り援軍と合流。ロシア皇帝アレクサンドル1世とオーストリア皇帝フランツ1世の軍だ。ナポレオンはクトゥーゾフの逃亡を許したことを悔しがった。さすがの大陸軍も疲弊しフランス本国から離れた地で間もなく冬を迎える。なるべく早く決着をつけなければならない。当時まだ27歳のロシア皇帝は自らの力を過信しておりクトゥーゾフの心配をよそにフランスとの戦いに動く。ナポレオンの望み通りだ。連合軍が迫るとナポレオンは戦場を慎重に選び各軍団を配備していった。この地こそが後に有名になるアウステルリッツだ。彼は夜遅くまで軍団の配置を検討し焚き火のそばで数時間の仮眠を取った。フランス皇帝になって1周年となる明日の戦いがこの若き皇帝の運命を決める。1805年12月2日、天気は晴れ、気温は低く、霧が濃かった。双方の兵力はほぼ同等。11km に広がる戦場で対峙した。しかし、同盟軍はプラツェン高地に陣取っている。ダブー元帥率いるフランス第三軍団はそこにまだ到着していなかった。フランス軍の右翼が手薄であると見た連合軍はプラツェン高地から駆け下り大規模攻撃を開始。フランス軍右翼を押し切ってから旋回しナポレオン軍を叩く狙いだ。しかしこれは罠だった。ナポレオンは連合軍を誘い込むためわざと右翼を手薄にしていた。フランス軍の主力部隊がプラツェン高地を奪取し連合軍を分断する作戦だったのだ。この大胆な作戦の成功には連合軍の動きに対する正確な予測、ダブー率いるフランス第三軍団の到着速度、適切な反撃タイミング、すべての要素が必要だ。午前7時、戦闘が開始。キンマイヤー将軍率いるオーストリア軍がフランス軍のいるテルニッツ村に攻め込んだ。数で圧倒的に劣るフランス軍右翼部隊だが勇敢かつ頑強に抵抗する。とはいえさすがに徐々に押し切られていった。連合軍の主力はというとまだ動いていなかった。
朝の濃霧や命令伝達の遅れといった要因により軍は混乱し動きに遅れが出ていたからだ。1時間ほどの遅れを経てようやく連合軍の主力が動き出した。直ちにソコルニッツ村と近くの城で激戦となる。ダブー元帥の軍団は2日間で 110km を進む迅速な行軍により戦場に到着し加勢した。午前9時、ダブー軍の歩兵が霧の中から現れテルニッツを奪還。しかしオーストリア軍のさらなる攻撃で追放される。ダブーは新たに2つの部隊をソコルニッツに送る。霧が晴れた頃、ナポレオンは自らの思惑通りに連合軍がプラツェンコー地から離れていることを見て取った。そこでスルト元帥率いる第4軍団に攻撃を命令。それまで霧に隠れていたフランスの2つの軍団は突如姿を見せ連合軍の中央に突撃していった。クトゥーゾフ将軍はプラツェンコー地を守るべく急いで防衛部隊を組織。2時間の死闘が続いた。激しい銃撃戦で双方のマスケット銃は弾薬が底をつき、銃剣での戦いに移行した。午前11時、より連度の高いフランス軍が優勢となり、プラツェンコー地を奪取。連合軍を分断するくさびとなった。北部では大規模な騎兵隊同士の衝突が勃発。ロシア軍のバグラチオン将軍率いる前衛部隊がボズニッツ村を占領するも、サントン丘からフランス軍の砲撃を受け動きを止められた。フランス軍の6つの騎兵部隊が突撃を行うと連合軍は後退。ランヌ元帥率いる第5軍団が前進し、ブラゾビッツとクルーグを占領した。連合軍はコンスタンティン大公率いる近衛軍を投入。連合軍にとって最後の予備兵力でプラツェンコー地の奪還に全力を注ぐ狙いだ。これによりフランスの一部隊がロシア騎兵の猛攻を受け、フランス軍機を失った。ここでナポレオンもプラツェンコー地に向かい、自らの近衛軍を送り込む。双方の精鋭が激しい戦闘を繰り広げた末、フランス軍が押し切った。連合軍は中央で分断されたのだ。つまり連合軍の左翼は激戦地ソコルニッツ村に閉じ込められる形となった。午後2時、ナポレオンは4つの部隊を南に送り、連合軍の退路を遮断しようとする。連合軍左翼のブクスホーデン将軍は今になってようやく自らの危機に気づいた。3方向から攻撃され、逃げ道は南しかない。多くの兵士が凍った川や池をまたいで逃げざるを得なかった。するとフランス軍の砲兵が砲撃により氷を割ろうと試みる。狙い通りに氷は割れ、200名の兵士や多くの馬が冷たい水中に沈んだ。ナポレオンは数千名を沈めたと喧伝したが、これはプロパガンダの誇張である。それでもフランスは華々しい大勝利を挙げた。1万人以上の捕虜を終え、45本の軍機を没収。何千もの死体と負傷者が戦場のあちこちに横たわり、その多くは数日間放置された。またの名を三帝海戦ともいうこの戦いは、第三次対仏大同盟を崩壊させた。ロシア軍は本国に撤退。オーストリアのフランツ一世は屈辱的な講和を余儀なくされ、4000万フランの賠償金支払い、そして多くの領土を割譲することになった。
しかし一方、残念な出来事も起きた。イギリスと海で戦っていたフランス・スペイン連合が敗北したのだ。トラファルガーの海戦である。イギリス海軍提督のホレーショ・ネルソンは敵の銃弾で自らの命こそ失ったものの、イギリスの完璧な勝利を導いた。これによりイギリス海軍はナポレオン戦争中どころか、今後100年にわたって海の覇権を確固たるものにした。海の王者イギリスと陸の王者ナポレオン、クジラとゾウ、どちらも相手の土俵で戦うわけにはいかない。イギリスのウィリアム・ピットはアウステルリッツでのフランス勝利を知ると、既存の地図は捨ててしまえ、こんなものあと10年は必要ないと述べた。1ヶ月後、ピットは病死。このあと10年は戦争と動乱が続くであろうと示唆した彼の言葉は現実のものとなる。